義実家へ向かったはずの夫と娘がついていないと知る私。その時、見知らぬ番号から電話がかかり、ママ、寒いよ。それは娘の声だった。急ぎ娘のいる場所へ行くが、夫の姿は見当たらない。娘を放置して自分だけどこかに行くなんて絶対に許せない。私の怒りは頂点へと達し、夫を地獄に突き落とす決心をするのだった。私の名前はゆかり、32歳。夫のたかしと娘、ゆいなの3人で暮らしている。ゆいなは今年小学3年生になるしっかり者の女の子。娘は私が仕事で帰りが遅くなり家事に追われていると率先して手伝ってくれる私の小さな相棒だ。それに比べて夫は家事をするのは女の役目だとでも言うように家の中ではふんぞり返り何もしない。なぜそんな風に育ってしまったのかというと、その原因は間違いなく義母にある。夫は一人っ子で、義母にとっては大切な息子様なのだ。義父は仕事人間で長い間単身赴任をしていたらしく、義母にとって息子である夫の存在が心の拠り所になっていたのかもしれない。だからといって何をしても怒られない幼少期を過ごした夫の感覚は少しずれているように思う時がある。俺のものは俺のもの、お前のものも俺のもの。どこかのアニメで聞いたことがあるようなことを本気で思っている夫。それは今から4年前の秋だった。ゆいなの七五三のお祝いに神社でお参りした帰り、両家揃って食事に出かけた時のこと。これ、ゆいなちゃんに。そう言い、私の両親と合わせて七五三のお祝いをいただいたのだ。ありがとうございます。大切に使わせていただきます。ママ、これ何？これは、ゆいなの七五三のお祝いにいただいたのよ。将来のために貯金しておこうね。おじいちゃん、おばあちゃん、ありがとう。そう言われ、みんながほっこりした気持ちになっているところで、夫がありえないことを言ってきた。なんで貯金なんて面倒なことするんだよ。どうせすぐに引き出すことになるのに。この言葉を聞いた私たちは一斉に夫へと視線を向ける。すぐに引き出すって何？ゆいなの貯金なんだからあなたが引き出すことなんてないのよ。え？そうなの？ゆいなはまだお金を使う必要がないし、俺が使っても問題ないと思うんだけど。そう言い、ニコニコと話を続けている。この前、どうしても欲しい靴があったから、ゆいなの貯金から3万円もらったんだけど、まずかったのかな。そう言い、笑ってごまかそうとする夫。それを見て激怒したのが義父だった。たかし、お前は子供の貯金に手をつけたのか。そう言い、夫に飛びかかろうとする義父の体を義母が何とか静止させている。夫はというと、普段見ないような身の軽さで動き、私の後ろに隠れていた。夫の唯一恐れている人物。それが義父だ。義母は夫に甘かったが、それに対して義父はとても厳しかったようだ。夫が中学生の頃に義母の財布からお金を抜き取り、遊びに使っていたことが義父にバレたことがあったらしい。その時の恐怖は今も忘れられないらしく、トラウマになっていると聞いたことがある。この時は
娘のお祝いの席だということもあり、義父をなだめて食事は中止し、解散することになった。自宅へと帰った私は、娘に、何も心配することはないよ。そう伝え、寝かせた後、夫と二人で話し合うことになった。なんでこんなことしたの？あなた、この家族を壊す気？たかが3万円使っただけで家族を壊すなんて、大げさなんだよ。金額の問題じゃないのよ。ユイナの貯金を勝手に使うようなあなたとは一緒に暮らせないわ。離婚よ。それだけは絶対に嫌だ。お金はすぐに返すから許してくれ。そう言い、床に正座したかと思うと何度も頭を下げる夫。もう二度としない。約束する。俺にはお前たちが必要なんだよ。許してくれ。夫からの言葉はどれも身勝手なものばかりで何も響いては来ない。ただ、こんな人でもユイナにとっては父親なのだ。まだ幼いユイナが父親を失うのかと思うと、私は離婚することにためらいがある。それに私たちにはやりたいことがあった。夫は今パソコン教室を立ち上げるために奮闘している。これは結婚前からの夫の夢で、私もずっと応援していたことだ。最近ようやく教室開校のめどが立ったところだったので、私はしばらく考えた後、夫にある提案をすることにした。あなた、今から私が言うことを必ず守るって約束できる？そう言い、二度とユイナの貯金に手を出さないことや、またお金のことで困った時には必ず私に相談するように伝えた。わかった。俺、絶対に約束守るよ。私は夫のこの言葉を信じることにした。あれから4年が経った今も、夫は約束を守ってくれている。娘の貯金に手をつけないのはもちろんだが、夫の夢だった教室開校に向けて、機材を購入するには200万くらいかかることや、それに対しローンを組みたいといったことも細かく相談してくれた。夫の経営する教室は順調で、今年になり3校目の開校が決まった。今日は開校準備と打ち合わせがあるから、帰りは遅くなりそうなんだ。だから先に寝てていいよ。と言い、仕事へと出かけていく。それを聞いていた娘は、パパ、お仕事忙しそうだね。そう言い、寂しそうにうつむいている。最近になり、休日出勤することが増えた夫だが、新しく開校が決まると、さらに忙しくなり、ほとんど家に帰ってこなくなるのだ。その時、義父から電話がかかってきた。ゆかりさん、久しぶりだね。たかしの仕事はどうだ？あいつは頑張ってるか？お父さん、たかしさんの仕事は順調で、今も開校準備で忙しくしてますよ。それを聞き、義父は安心したようだった。そうだ、今年の年末は久しぶりに家に泊まりに来ないか？ゆいなの成長した姿も見たいし、どうかな？ありがとうございます。お言葉に甘えて3人で泊まりに行かせていただきます。そう伝え、電話を切った。おじいちゃん家にお泊まりに行くの？そう言い、娘は目をキラキラさせている。私はこのことを早速メールで夫に知らせることにした。夫からの返信は早く、年末は必ず仕事を休むと約束してくれた。それから3ヶ月後、
夫の立ち上げた教室も軌道に乗り、いつもなら仕事も落ち着く頃だと思うのだが、相変わらず夫の帰宅は遅く、仕事はまだ忙しそうだった。あなた、年末の帰省なんだけど、仕事は休めそうなの？ああ、もともとその予定だったから大丈夫だよ。それを聞き、私はほっとした。実は私、年末年始と仕事の休みを申請したんだけど、今年は人手が足りないからどうしても出てきてほしいって頼まれたのよ。それは仕方ないな。でも、俺の実家へ帰るのはどうするんだ？申し訳ないんだけど、ゆいなと二人で帰ってくれる？わかったよ。じゃあ、俺から母さんたちに連絡しとくから。私は義実家への連絡を夫に任せることにした。帰省の当日になり、ゆいなは私が一緒に行けないことで少し寂しそうに見えた。私は娘のために用意した小さな巾着袋を手渡した。ママ、これ何？これはママからのお守りだよ。何か迷ったり困ったりした時にはこれを開けなさいね。わかった。私は二人が乗る車が見えなくなるまで見送り、仕事へと向かった。夕方になり、仕事が一段落したところで、私は岐阜へ自分が行けなかったことや挨拶も兼ねて電話することにした。お父さん、ご無沙汰してます。今日は私もお誘いいただいたのに仕事で行けなくなってしまい申し訳ありません。もう夫とゆいなはそちらについていますか？そう伝えると義父は驚いていた。誰も来てないぞ。どういうことだ？そう聞き不安になった私は義父には夫に確認後また連絡することを伝え、一旦電話を切り、急ぎ夫に連絡しようとすると、見知らぬ番号から電話がかかってきたのだ。私は不安に思いながらも電話に出ることにした。もしもし？すると電話越しに娘の声が聞こえる。ママ？ママよ、ゆいななの？ママ、寒いよ。一人で寂しいよ。そう言い、泣いている。ゆいな、大丈夫？パパはどうしたの？パパは車の中で待っててって言って、どこかに行っていないよ。ゆいな、そこの場所はどこかわかる？聞けば、どうやら娘はホテルにいるらしい。私は娘にその場にいるように伝え、その後、義父に連絡し、ホテルに向かってもらうことにした。私も上司に事情を伝え、娘のいるホテルへと急ぎ向かうことにした。ホテルに着くと、義両親が先に着いていて、娘と一緒にソファーに座り、待っていてくれていた。私の姿を見るなり、駆け出し、飛びつく娘。ママ！ゆいな。私は娘が無事でいてくれたことに心からほっとした気持ちになり、娘を強く抱きしめたのだった。しばらくして娘はポケットを漁り、何かを出そうとしている。ママ、ありがとう。そう言い、見せてくれたのは、私がお守りとして渡した巾着袋だった。ママがくれたお守りがあったから、ママに電話できたんだよ。聞けば、夫から車で待つように言われた娘は約束を守り、ずっと一人、車の中にいたそうだ。ただ、時間が経つにつれ、暖かかった車の中は、少しずつ冷えていき、とても怖くなったそうだ。ただ、その時に
私から渡されたお守りを思い出し、開けると、そこには娘の好きな飴と手紙とお金が入っていた。手紙には、ゆいなへ、今日は一緒に行けなくてごめんね。でもママはいつでもゆいなのことを思っているよ。困ったり迷ったりした時にはいつでもママに電話をかけてきてね。そう書かれているのを見て、ゆいなは勇気を出し、車から降りると、公衆電話を探し、電話をかけてきたというのだ。私は娘の頑張りに感謝しつつ、夫への怒りがふつふつと湧いているのを感じていた。私たちと義両親は、そのままホテルのロビーで夫が来るのを待つことにした。それから30分後に、夫と見知らぬ女が腕を組み、ロビーに現れたのだ。夫はまだこちらには気づいていない。フロントでチェックアウトを終え、振り向いたとき、目の前に義父が仁王立ちしていて、その後ろには娘と私、それに悲しそうにしている義母がいる。一瞬で全てを察した夫は、ひーと悲鳴を上げ、女の腕を振り払い、ホテルの出口へと向かい、逃げようとしていた。義父は周りを気にしつつ、夫を追いかけ、ホテルを出たところで夫を確保。腕をつかみ、逃げられないように押さえつけていて、女もその場に追いつき、何やら叫んでいる。私はあの場に娘を連れて行くのは嫌だったので、義母とこのロビーで待つように伝え、急ぎ夫がいる場所へと向かうことにした。ホテルを出てすぐの場所で3人が揉めている。何このおじさん。たかしを話しなさいよ。そう叫んでいる女。やめてくれ。話してくれ。泣きそうな声で抵抗している夫。義父はというと、鬼の形相のまま夫を睨みつけたまま、私がその場に来るのを待ってくれているようだった。私が着くや、女がまた大声で騒ぎ始めた。今度は誰？とにかく、たかしを話しなさいよ。警察呼ぶわよ。警察？呼びたければどうぞ。そう言い、夫のそばへと近づき、一発頬を平手打ちしてやった。ユーナを車に閉じ込めて、あなた何してたの？いや、これは。そう言い、もじもじする夫。それを見た義父は、たかし、シャキッとしろ。そう言い、夫の胸ぐらをつかみ、ぐっと顔を近づけ、睨みを聞かせている。あんたたち、何なのよ。私は、この人の妻よ。あんたこそ誰？ああ、あんたが奥さんなんだ。私は、この人の彼女よ。そう言い、不敵な笑みを浮かべている。彼はね、いくつもの学校を経営しているやり手の社長なのよ。あんたみたいなみすぼらしい女は、社長夫人にはふさわしくないわね。そう言い、腕を組んだまま私のことを足元から顔へと馬鹿にした目で見ている。あら、そうなの。私は夫へと向きを変え、質問することにした。この女が言うように、私はそんなにみすぼらしい妻かしら。いや、お前は綺麗だよ。それを聞いて切れる女。たかし、いつも嫁は女として終わってるって言ってたじゃない。私はまた次の質問をする。じゃあ、その女として終わってる私とは離婚する覚悟で、この女と付き合ってたのかしら？この言葉を聞いて
にやける女。しかし、夫はここぞと言わんばかりに、半泣きで私に懇願してきたのだ。ゆかりとは離婚したくない。この女とは遊びだったんだ。軽い気持ちで手を出したっていうか、とにかく、俺が愛しているのはゆかり、お前だけなんだよ。だから許してくれ。そう言い、土下座する夫。それを見た女は、顔面蒼白になり、足元から崩れるように、その場にへたり込んでしまっている。軽い気持ちで手を出したって何よ。そんな言い訳が通用すると思ってるの？いや、つまり、浮気をしてしまったけど、本気じゃなかったんだよ。だから、そう、ただの浮気なんだ。浮気ならいいの？本気じゃなかったら、許されるとでも思ってるわけ？バカにするんじゃないわよ。いや、そういう意味じゃなくて。じゃあどういう意味よ。私がもう女として終わってるなら、あんたこそただのおじさんじゃない。男としても、父親としても失格よ。それを聞いた夫は、なぜか開き直り逆ギレし始めたのだ。俺のどこが失格なんだ？俺はお前との約束も守って、ゆいなの貯金には手を出してないし、お金のことも全部お前に相談したじゃないか。それに浮気をしないなんて、お前と約束した覚えはないぞ。鼻息荒くそう訴える夫。ただ、このことに反応したのは、私ではなく義父だった。たかし、お前の性根はどこまで腐ってるんだ。そう言い、夫の顔を往復ビンタしてる。その音は凄まじく響き渡り、夫の顔が腫れ上がるまで続いた。義父はその後、何度も私に頭を下げ、夫を引きずり、義母と共に帰っていった。私は娘を連れ、そのまま実家に帰り、無事に新年を迎えたのだった。年明け早々に義父から分厚い封筒が郵送で届けられ、中には夫の浮気の証拠や、女とはどうやって知り合ったかなど、詳しく書かれたものが入っていた。私はその内容物をそのまま弁護士に渡すことにした。その後夫とは無事離婚が成立し、慰謝料や養育費も希望の額をいただけることになった。どうやら浮気相手の女は夫の取引先の会社で勤めているらしく、何度も顔を合わせていたことで不倫関係になったらしい。もちろん、この女の会社にも浮気の内容証明を送り、慰謝料も請求してやった。夫との不倫がバレて、人としての信頼を失った女は、会社に居場所がなくなってしまったのだが、私への慰謝料支払いのため、今も会社にしがみつき働いているらしい。夫もまた不倫での離婚話が取引先にも伝わり、次々と契約を打ち切られ、会社は倒産してしまったそうだ。このことで、夫の慰謝料の支払いが滞るのではないかと心配したのだが、完済するまで、義両親が面倒を見ると言ってくれたのが心強かった。私たちはその後、引っ越しをし、今は私の実家の近くのマンションで暮らしている。先日、誕生日を迎え10歳になった娘に、私は携帯電話をプレゼントした。ママ、ありがとう。これでママといつでもお話できるね。娘の笑顔は最高だ。この笑顔をいつまでも守ってあげられるよう、私は娘との大切な時間を重ねていくことを心に誓うのだった。
ある日娘が高熱を出して入院した。心細くなった私は夫に連絡した。けれど、夫に電話がつながらない。仕方なく会社に連絡をすると、彼は正月まで有給を取っています。と言われた。夫は出張に行っているはずなのに、夫は私に嘘をついて浮気旅行に行っていた。浮気相手はまさかの人物だった。二人揃って地獄に落としてやる。私の名前は愛花。30歳の専業主婦。夫の達也と娘のカリナと3人で暮らしている。私と夫は高校時代の先輩後輩の関係。私は高校生の時から夫に憧れていた。そんな夫と再会したのは私が会社に入社した時。夫が私の教育係を務めてくれたのだ。昔から夫に憧れていた私は猛アタックをした。同期入社をしたさやに手伝ってもらい、交際にまでこぎつけることができた。それからはトントン拍子に進んでいき、結婚をした。子供ができた時に夫から、会社を辞めて子育てに専念してほしい。と言われた。仕事を続けてもいいかなと思っていたけど、夫がそう言うなら従おうと思い、会社を辞めて子育てに専念した。子供が生まれてからは、夫はいきなり忙しくなって育児に参加してくれない。家にいても、俺じゃわからないから愛花に任せるよ。と他人任せ。娘を抱いたことなんて片手に収まるくらいの回数だ。そして最近は以前ほど優しさを感じないし、愛されているのか不安になるくらいだった。もともとは本当に人がよく優しい夫だったのだが、最近はその優しさはどこへやら。冷たい態度を取ることもある。そんな夫の不満を私は同期入社のさやに愚痴ることにした。するとさやは、そういう時だってあるよ。きっと疲れているんだよ。会社だと疲れて気を張っているけど、家だと素でいられるんじゃない？でも、全然子育てに参加してくれないし、家にいても会話もないのよ。さやはいいよね。新婚さんだからラブラブでしょ？さやは最近籍を入れた。結婚式を控えている新婚のさやは旦那さんととても仲良さそうで羨ましかった。幸せそうで羨ましい。ちょっとやめてよ。愛花は結婚の先輩なのに、先輩が幸せそうじゃないと結婚に希望が持てないわよ。ごめん。結婚式楽しみにしているわね。招待状送るから楽しみにしていてね。それから何気ない話をして電話を切った。さやに言われると納得ができて、私も気を引き締めた。夫との関係が元に戻るように私にもできることがあると思うので、夫との会話を増やそうと努力した。そんなある日、夫は急な出張が入っていたため、朝早くに彼を送り出して朝食の準備をしていた。夫が出張だと聞いて、娘は寂しそうにしていたので、私は買い物に行く約束をしていた。けれど、その日の朝、娘は全然起きてこなかった。起きてきたかと思うと、ママ。それだけ言うと、顔面から床に倒れ込んだ。私は転んじゃったのかと思い、娘に駆け寄って、カリナ、大丈夫？転んじゃった？と抱き上げると、
すごく体が熱かった。転んだわけではなく気を失っていた。私はパニックになってしまった。けれど、一旦落ち着いて救急車を呼んだ。そして病院に着き点滴を打ってもらうと娘の容体は落ち着いてきた。けれど、その日は様子を見るため入院をすることになった。私は無事だと言われてもなぜか不安になってしまい、娘が寝たタイミングで夫に電話をかけた。けれど、繋がらない。夫は営業職だから基本的には電話にすぐ出る。今回は出張ということだからなおさらだ。私は焦っていたので、とにかく夫の声が聞きたかった。夫がどこにいるのかわからなかった私は、もしかしたら夫が会社にまだいるかもしれないと思ったので、会社に電話をした。夫が会社に来ているかと質問すると、電話口の人は不思議そうに私に告げた。ご主人は正月まで有給を使っていますが、え？いえ、大丈夫です。それだけ言うと、私は電話を切った。私は混乱していて理解ができなかった。夫は出張に行っているはず。そして正月まではそれなりに時間がある。それをすべて有給とは理解ができなかった。私は同期に連絡をした。不安だったのもあるし、同期なら何か知っているのではないかと思ったのだ。どうしたの？電話越しに泣いている私の声を聞いて心配してくれたさや。娘がね、カリナが体調不良で病院に運ばれたの。大丈夫なの？今は一旦落ち着いているけど、夫に電話をしたんだけど繋がらなくて、会社に連絡をしようと。私がここまで言うと、さやが遮るように。達也さんは今日出張だもんね。なんか出張先が田舎の方だってこの前会社で話していた気がするわ。電波が悪いんだと思うからもう少しすれば折り返しで電話が来るんじゃないかな。と言ってきた。おかしい。会社の人は夫は有給を取っていると言っていたし、さやは夫と同じ部署だから知らないわけがない。でも、これだけじゃない。さやと夫の関係に疑問を持っているのは他にもある。私は夫にしか言っていないこと、さやにしか言っていないこともお互いが知っている。そして今回の件もそうだ。夫は私に出張と言っていたが、実際は有給を使っている。さやは夫が私にどうやって嘘をついているのか知っているのだ。夫とさやは会社以外でも会っているんだ。私は同期に釜をかけてみた。ねえ、さやって今どこにいるの？今？家だよ。そうなんだ。難しいと思うんだけどさ、心細いから病院に来てくれない？そう言うと明らかに動揺しているさや。いや、ちょっと今は難しいかも。誰かと一緒にいるの？今は夫と結婚式の計画を立てているの。だから難しいかも。そうなんだ。じゃあさ、テレビ電話しない？顔見て話せば安心するかもしれない。今、打ち合わせ中だから難しいわ。すると、その後ろから聞き覚えのある声が聞こえた。さや、早くこっち来てよ。露天風呂綺麗だよ。確実に夫の声だ。さやは私にその声が聞こえたと思っているのか。夫が呼んでいる。大丈夫そう？さやはごまかそうと必死だった。
けど、ごまかせるわけがない。だって、私は、夫が高校の時から憧れている人。そんな人の声を忘れるわけがない。私はとてもショックだった。夫と親友と呼べるくらい仲が良かった同期のさやが私を裏切っていたとは。でも、ここで追求しても逃げ道がたくさんある。私は平静を装って、カリナが起きそうだから戻るね。夫から電話が来るといいんだけど。それだけ言って電話を切った。私は娘の病室に戻った。夫たちに裏切られたショックはあったけど、娘を見ればそんなことを気にしている場合ではないと思えるくらい、娘はぐったりしていた。点滴を打ったことで多少良くなっていたけど、一度上がった高熱は娘にとってはとても負担だっただろう。娘の手を握り、娘が回復するように祈っていた。すると、夫から電話が来た。カリナ大丈夫か？体調悪いのか？なんで知ってるの？私、電話をしただけで、なんで電話したかも言ってないけど。お前からたくさん電話が来ていたから、きっと娘のことだと思ったんだよ。どうせ、さやから聞いたのだろう。私は一度真実に気づいてしまってからは、夫が何を言っても嫌悪感しかない。とりあえず、私は夫を試すために、カリナ、体調悪くてかわいそうだから病院に来てくれない？今は仕事だから無理だよ。カリナはお前がいれば安心するだろうし、病院なら看護師さんもいる。俺が行ってもやることないだろうから、お前に任せるよ。と言ってきた。私は夫のこの反応を見て、この人は家族のことはどうでもいいんだと思った。夫のこの反応で、夫への気持ちがスーッと冷めていった。私は分かったとだけ伝えて電話を切った。それからは夫とさやを地獄に落とす計画を立てた。家族を裏切るとどうなるのか教えてあげないといけない。しっかり二人から慰謝料を奪い取ってみせる。それからは娘が寝ていることを確認して、夫の SNS を確認した。夫とはお互いにフォローはしていないけど、夫が SNS をやっていることは知っていた。今は連絡先を追加していると、知り合いかもという欄に連絡先を知っている人が出てくる。夫ももちろん出てきたので、夫の SNS を見ると、女性と旅行に行っているような雰囲気のある写真を上げていた。そして決定的な写真があった。私がまだ会社に勤めていた時に、さやに誕生日プレゼントであげたバッグが写真に写り込んでいた。これだけでは証拠にはならないので、私は更新所に依頼をすることにした。娘は一晩入院したが、特に異常はなかったので、次の日に退院になった。夫は娘が入院していることを知っているはずなのに、その後、娘の体調がどうなったのか、心配する連絡など一切してこなかった。きっと浮気旅行が楽しくて仕方ないのだろう。私は娘を両親に預けて更新所に夫の調査を依頼した。私の離婚の意思は決まっている。更新所に依頼するとたくさんの証拠が集まってくる。私はその集まってくる写真を見てショックを受けることはなかった。怒りの感情しか湧き出てこなかった。そして、さやとの浮気旅行が終わると何食わぬ顔で夫は家に帰ってきた。カリナ、大丈夫か？そう言って娘の元まで行った夫は笑顔でこう続けた。
なんだ、元気そうじゃないか。よかったよかった。でも、こんなことで救急車を呼ぶなんて迷惑な客になっちゃうぞ。と、笑いながら話している。私はムカついたが、とりあえず気持ちを落ち着かせた。いつも通り家事をして娘を寝かせた。夫もお風呂に入っているので、私はさやに電話をかけた。カリナちゃん、大丈夫だった？大丈夫だったよ。ちょっと聞きたいことがあって連絡したんだけど、さやの結婚式っていつだったっけ？3ヶ月後の土曜日だよ。夫と2人で参加するわね。愛花だけ来てくれればいいよ。達也さんは忙しいでしょ？大丈夫よ。夫と参加するから招待状待っているわね。わかった。それとね、愛花に友人代表のスピーチをお願いしたいんだけど、お願いできるかな？私は正直ラッキーだと思った。この結婚式が勝負だ。さやは仲がいい友人が少ないことは知っていた。だから友人代表のスピーチは私にお願いしてくるということは分かっていた。私の作戦は結婚式に決行することに決めた。そして結婚式当日、綺麗なウェディングドレスを着て入場してきたさや。幸せそうに笑っている。旦那さんもそんなさやを見て微笑んでいた。何も知らない旦那さんにはかわいそうな思いをさせてしまうが、あんな女と結婚するよりは全然いいだろう。人の家庭を壊しておいて、自分は何の責任も取らないなんて、そんな馬鹿げた話はない。さやの結婚式には、もちろん夫とさやの上司もいる。私はしっかり確認をして、友人代表スピーチに臨んだ。さや、こうたさん、結婚おめでとうございます。私とさやは会社の同期で仲良くしていました。ここまでは、さやは私の話を微笑みながら聞いていた。私の夫と浮気をしていることがバレるまでは親友だと思っていました。というと、会場がざわついた。私は式場の方に合図をして、スクリーンに夫とさやの浮気の証拠写真を流した。浮気の証拠写真スライドショーを開催したのだ。さやはとても焦っていて、私のことを止めようとしているが、それよりも隣の旦那さんに言い訳をしている。夫は焦っていて、同じテーブルに座る会社の同僚に冷たい目で見られていた。一通り私は画像を流し終わると、私は絶対に許さないから。そう伝えると、さやが壇上から降りてきた。このクソ女、なんてことをしてくれたのよ。あら、スライドショーがお気に召さなかったかしら。じゃあ、更新所からいただいたあなたたちのツーショット写真をプレゼントしてあげる。私は皮肉をたっぷり込めて写真を差し出すと、さやは写真を払いのけて歯を食いしばりながら私を睨みつけていた。すると、夫が私に駆け寄ってきた。おい、愛花、どうしたって言うんだよ。落ち着けよ。お前、何かに取り憑かれているんじゃないか？夫はこの後に及んでまだ認めないつもりのようだ。そこにさやの旦那さんが入ってきた。僕はさやの浮気を知っていました。結婚式は計画を立ててしまっていたので、他の方にも迷惑をかけてしまう。式が終わったら離婚をしようと思っていました。そう言うと、さやは大発狂。ちょっと、あんたね、人の結婚式をめちゃくちゃにするなんて、人として終わってるわよ。最低よ。お前にこの方を責める資格はない。お前がしてきたことはもっと最低なことだろうが。
旦那さんに怒鳴られ、驚いたさやは黙り込んだ。すると、夫とさやの上司が立ち上がり、君たちには休み明けに話さないといけないことがある。とだけ伝えて出て行った。上司に続いて続々と招待客はご祝儀を持ってどんどん出て行ってしまった。残ったのはさやと旦那さんの両親、そして私と夫だけ。さやの両親は私とさやの旦那さんに謝り続けている。そして旦那さんの両親は大激怒。さやの両親がさやを土下座させ謝らせている。私は謝られても許す気はないので、さやの謝罪はすべて無視をした。この度は結婚式を台無しにしてしまい申し訳ありませんでした。結婚式を台無しにしてしまったので、夫がこの結婚式費用を全額負担します。あなた、慰謝料と養育費については弁護士を通して請求します。さや、あなたもね。私はそれだけを伝えて式場を後にした。その後は家を出て実家に帰った。そして弁護士を雇い、慰謝料と養育費を請求した。慰謝料と養育費もしっかりもらい、さやからも慰謝料をもらうことができた。夫はバレてしまい、お互いに離婚をしたから、さやと再婚をするつもりでいたが、さやは違う。こうた、別れたくない。この人とは遊びなの。あなたのことを愛しているの。おい、俺のこと愛してるって言ったじゃないか。こうたはイケメンだし、あなたの収入とは天と地の差。手放すわけないでしょ。ただ、愛花がどんな反応するか見たかっただけなのに、めんどくさいことになっただけじゃない。嘘だろ。俺は家族を裏切ったのに。俺たちは離婚する。何が遊びだ。遊びで人を裏切るなんて最低だ。俺からも二人に慰謝料を請求させていただきますから、覚悟していてくださいね。それだけ言うと、結婚式場には夫とさやの両親だけが取り残され、地獄の空間になったようだ。それから夫は何度か私の実家に来た。愛花、カリナ、俺がいないとお前たちは大変だろ。俺がお前たちを支えるからまた一緒にやり直そう。さやとは遊びなんだよ。愛しているのはお前たちだ。なんて玄関前で騒いでいる。近所迷惑にも程がある。私はもう二度と関わりたくなかったので、私の両親が外に出て追い出してくれた。結局、夫とさやの不貞行為は会社にバレ、二人とも地方に飛ばされた。夫は北国、さやは九州に飛ばされて二度と会うことはないようだ。そして移動先でも浮気をしていたことがバレていて、二人とも気まずい思いをしているようだ。そして夫は私とさやの旦那さんから慰謝料合計600万円と養育費を毎月5万支払うことになっている。さやももちろん慰謝料を請求されているため苦しい生活を送っていると聞いた。お互い会社では浮気をしていた最低な二人として有名になっているので、相手にしてくれる人はおらず、誰も知らない土地で寂しく暮らしているようだ。私たちは実家で娘と楽しく生活をしている。慰謝料と養育費でお金はあるので、しばらくは娘と過ごす時間を大切にしようと思う。シングルマザーでも寂しい思いをさせないよう、娘をしっかり支えていこう。私は娘と共に、両親に旅行をプレゼントするため、旅行代理店を訪れた。しかしそこには、働いているはずの夫の姿が。
夫は見知らぬ女と海外旅行へ行く相談をしており、私たちは夫が浮気しているのだと察する。私は夫への復讐を誓い、とある作戦を立てた。そして1ヶ月後の休日の朝、夫が急に今から研修旅行へ行くと言い出した。旅行、行かない方がいいよ。はあ？仕事だぞ。夫は私の忠告など聞く耳持たず出発してしまう。そして2日後、帰宅した夫は自分の身に起きている異変に気づき、私の名前は高橋春子。37歳の会社員だ。夫の真一は2歳年上の39歳。小籠包専門店で働いている。今年で結婚15年目を迎え、娘のゆなはもう中学1年生だ。一見ごくごく普通の家族に見える私たちだが、私には悩みがあった。それは、夫と娘の関係が悪いこと。夫は大学を卒業後、ある会社で営業をしていたのだが、そこがいわゆるブラック企業で、毎日残業、休日出勤も当たり前で、家には寝に帰ってくるだけ。心身ともに参ってしまった夫は、7年前に今の店に転職したのだが、飲食店なので忙しく、土日は仕事で、休みである平日も、調理の勉強だ、研修だと言って家にいないことが多かった。そんなこともあり、娘にとって夫は、時々家にいるおじさんになってしまったのだ。夫も今更、娘とどう接していいのかわからないのか、自分から声をかけることもなく、二人が珍しく顔を合わせても、会話どころか目も合わせない。私はそんな二人の関係に危機感を覚えていた。ねえ、ゆな、この間のテストすっごく頑張ってたんだよ。褒めてあげてよ。お前が褒めればいいだろう。俺が話しかけても無視されるし。そんなことないよ。きっと嬉しいに決まって。うるさいな。今日も遅くなるから夕飯はいらない。そう言って出勤する夫に、私はため息をついた。もう少し娘に歩み寄る努力をしてほしいと思っているのだが、夫は娘との対話を諦めているらしかった。娘が夫にもう少し好意的になれば、夫も態度が変わるだろうか。ゆな、次の休みなんだけど、小籠包食べに行かない？え？小籠包って。そう、お父さんが働いているお店。一度も行ったことなかったでしょ？お父さんも小籠包包んでるんだって。まずは娘に父親への興味を抱いてもらおうと思い提案したのだが、うん、いいよ。娘は少し考えた後、小さな声で了承してくれ、私はほっと胸をなで下ろした。夫に冷たく見えていた娘だが、本当は父親と話したいと思っているのだろう。そうだ。お父さんのお店に行った後、旅行代理店に寄ってもいい？いいけど、旅行行くの？うんうん。おばあちゃんとおじいちゃんに旅行のプレゼントをしようと思って。私は夫と結婚してからは専業主婦だったのだが、夫が激務で心を病んだ頃、夫が安心して仕事を辞めれるようにと働くことにしたのだ。その際、車で10分ほどの距離にあった実家の両親に娘を預けることも多く、未だに何かと頼りっぱなしで、何かお礼がしたいと常々思っていた。今年の母の日と父の日はバタバタして何もできなかったので、その代わりに旅行をプレゼントすることにしたのだ。旅行か。おばあちゃんたちきっと喜んでくれるよ。そう言って笑う娘の姿に、私は次の休みが待ち遠しくなっていた。だが、この時の私は
まさかあんなことが起きるだなんて、全く想像もしていなかったのだ。そして、次の休みの日となった。おはよう。今日も早いね。ああ、仕込みがあるからな。今夜も夕飯はいらないよ。そう言って出勤する夫を見送り、私は今日の予定に胸を躍らせた。実は、今日私たちが店に行くことを夫には伝えていないのだ。絶対びっくりするよね。夫の驚く顔を想像して思わずにやけてしまう。そして後から起きてきた娘と準備をして混み合う昼前に店を訪れた。店長、お久しぶりです。夫がいつもお世話になってます。空いたテーブルの片付けをしていた店長に挨拶をすると、店長は驚きの声を上げた。あれ、娘さん怪我は大丈夫なんですか？怪我？何のことですか？私も娘も何のことかわからず、戸惑いながらも夫の姿を探すが見つからず、私はさらに困惑する。夫はどこに？今朝、娘さんが怪我して病院に運ばれたので、休みたいと連絡が来ましたけど。私と娘は驚いて顔を見合わせた。どういうことだろうか。娘は怪我なんてしていないし、もちろん病院にも行っていない。嘘をついて休んだってこと？私と娘の様子から、店長も夫が嘘をついたのだと察したようで、言いづらそうに口を開いた。実は。そして、私と娘は店長から告げられた真実に衝撃を受けたのだった。私たちは話を聞いた後、すぐに店を出た。今日はもう帰ろうか。きっと娘は自分が怪我をしたと嘘をつかれて傷ついている。そう思い帰ろうと提案するが、娘は首を横に振った。おばあちゃんたちに旅行プレゼントしたいし、旅行代理店行こうよ。明らかに無理して笑う娘に強引に手を引かれ、私はそれ以上帰ろうとは言えなくなってしまう。外にいる方が気が紛れるのかもしれないな。そう思い、娘に連れられて予定通り代理店へと向かったのだが、私はそのことをすぐに後悔した。ねえねえ、ここに行こうよ。お、台湾か。いいな。なんとそこには夫と、夫の体にピタリと身を寄せる見知らぬ女性がいたのだ。海外旅行に行くつもりらしく、仲睦まじくパンフレットを見ながら販売員に相談している。そんな二人の姿は、傍から見れば恋人や夫婦に見えた。私は驚きとショックからとっさに動けなかったのだが、そんな私を娘が引っ張り、二人から見えない場所へと連れてきてくれた。あれって。浮気だね。きっぱりと娘に告げられ、さらにショックを受ける。お母さん、しっかりして。今は証拠を集めるチャンスなんだよ。娘は言いながら、夫と女の姿をスマホで撮影し始めた。なんでそんなに冷静なの？だって、多分浮気してるだろうなって思ってたから。そうなの？娘が言うには、前から怪しかったらしいのだ。忙しいとはいえ、毎日帰ってくるのが遅すぎるし、朝帰りも多かったそう。しかも、夫はいずれ離婚する気だったようで、署名した離婚届が隠されているのを見つけていたというのだ。娘が夫に冷たかったのは、一緒に過ごす時間が少なかったからではなく、浮気に気づいていたからだった。嘘！
全然気づかなかった。しょうがないよ。お母さんは仕事しながら家事もこなして、毎日忙しかったんだから。娘はそう言ってくれたが、何も気づけていなかった自分が情けなくなった。今日、あいつの店に行こうと思ったのは、何か証拠がつかめるかもと思ったから。いつまでも子供だと思っていた娘が、ここまで考えてくれていたのだと、私は驚いた。今まで精一杯支えてきた夫の裏切りを目の当たりにして、正直、泣き出してしまいたいくらい辛い。けれど、悲しんでいる暇はないのだと、娘が教えてくれたのだ。私は夫をギロリと睨みつけ、復讐を誓った。そして1ヶ月が経ったある休日の朝、夫は急に今から店の研修旅行に行くと言い出した。研修旅行ってどこに？台湾だよ。店長が本場の味を学べって言うからさ。それ、行かない方がいいよ。はあ？何言ってんだ。仕事だぞ。私、忠告はしたからね。夫は私の言うことに聞く耳を持たず、荷物を持って出ていく。私は夫が出発したのを確認して、ある人に電話した。2日後、夫が旅行から帰宅し、すっとんきょうな声を上げた。なんで何もないんだ？私が夫のいる玄関へと向かうと、夫は私を一別し、家のあちこちを歩き回り、家具も荷物も何もかもがなくなっていることを確かめ、鬼の形相で玄関へと戻り、私を問い詰めた。おい、どういうことだよ。引っ越したの。私はそんな夫に平然と返す。夫の旅行中に娘と実家に引っ越していたのだ。この家は賃貸のマンションで、今日が契約最終日となっている。引っ越した？ふざけるな。じゃあ俺はどこに帰ればいいんだよ。女のところにでも行けばいいんじゃない？私がそう答えると、夫は目を見開き、明らかに動揺していた。女って、お前何か誤解しているんじゃないか？俺は仕事で台湾に行ってただけだぞ。夫の声は震えている。私はそんな夫に真実を告げた。実はね、私の両親に旅行をプレゼントしたの。行き先は台湾。あなたと一緒ね。偶然行くところにあなたがいたらしくてね。写真、たくさん撮ってくれたみたいよ。夫は息を飲んだ。私はあの日、夫が旅行代理店でどこに行くつもりなのかを盗み聞きし、同じ場所を訪れてほしいと両親にお願いしたのだ。そういえば、昨日は私のお母さんの三回忌なんだって？夫は私たちには研修旅行と嘘をつき、店長には母の三回忌と嘘をついて仕事を休んでいた。あと、少し前はユナが怪我して入院してて、その前は病気で入院してたんだっけ？私、全然知らなかったわ。私と娘があの日、店長から聞かされたのは、夫が何度も娘が病気や怪我で入院したからと仕事を休んでいるということだった。しかも土日ばかりだ。店で働き出してからずっとそうだったようで、店長は娘がとても病弱なのだと思っていたそうだ。まさか、お前、店長に何か言ったのか？真実を伝えただけよ。娘は一度も入院したことありませんよって。そうだ。店長が入院費用の足しにしてくれって渡してくれた10万円はどこ？なんでそれを？なんと優しい店長は
入院費用がかさむだろうと、夫に10万円も支援してくれていたらしい。だが私はそんなこと聞いていないし、そのお金を使うところも見ていない。どうせ浮気女にでも使ったんでしょ。人の行為を踏みにじるなんて最低ね。嫌悪をあらわにしてそう告げると、あろうことか、夫は私に逆ギレしてきた。どうしてくれるんだ。お前のせいで、今朝店をクビだって連絡が来たんだぞ。全部自業自得だというのに、私のせいにする夫に深いため息が出る。ほんと、どうしようもない人ね。夫がずっと嘘をつき続けていたと分かったあの日、店長は夫が嘘を認め、行動を改め謝れば許すと言ってくれた。だから言ったじゃない。旅行、行かない方がいいよって。私も夫が旅行へ行くのをやめてくれたら、一からやり直そうと思っていた。しかし、夫はまだ生きている母の三回忌だと嘘をつき、女と浮気旅行に行ってしまった。私も店長もそこで夫を見限ったのだ。夫を見送った後、私が電話をかけた相手は店長だった。夫が浮気旅行に行ってしまったことを伝えると、店長は夫を解雇すると宣言した。小さな店だ。嘘ばかりつく人間と働くことはできないらしい。お前のせいで夫が無職になったんだぞ。どうしてくれるんだ。もう夫じゃないわよ。は？あなたが用意してくれていた離婚届、提出しておいたから。元夫が旅行へ出発してすぐに役所へ提出しに行ったのだ。予約していた引っ越し業者にも来てもらい、すぐに実家へと荷物を運んだ。手続きなどは元夫の浮気が発覚してから浮気旅行へ行くまでの間に、もうすべて済ませてあった。元夫の荷物は義実家へと送り、ついでに私の両親が撮った浮気旅行の写真も先ほどメールで送ったので、今頃カンカンになって怒っているだろう。なんで勝手にそんなことしたんだ。勝手にって、用意していたのはあなたでしょ。署名して提出してあげたのだから、感謝されこそすれ、文句を言われる筋合いはない。俺は、ユナが成人してから離婚するつもりだったんだ。親が離婚だなんて、ユナの気持ちも考えろよ。夫のこの発言には、さすがの私も我慢ならなかった。なんですって？ユナの気持ち？今まで娘に全く関心もなかったくせによく言うわね。ユナの気持ちを考えるなら、そもそも浮気するんじゃないわよ。ずっと我慢していた怒りが爆発し、夫への不満が次から次へと口から飛び出してしまう。どうせ養育費を払いたくなかったからでしょ。今は自分の稼ぎはほとんど自分で使ってるもんね。私の方が稼ぎが良かったので、光熱費以外は全て私の収入から賄っていた。つまり、夫は離婚すると出費が増えてしまう。だからせめて養育費を払わずに済むよう、娘の成人後に離婚しようと企んでいたのだろう。家も仕事も家族も一気に失った感想は？元夫は顔面蒼白になり、その場に崩れ落ちた。何も言い返せない元夫に私は言い放つ。家の鍵、返却しといてくださいね。さよなら。そして家を出て実家へと帰ったのだった。お母さん、大丈夫？実家に戻ると娘が駆け寄ってきてくれた。両親も私の帰りを待ってくれていたようで、心配そうに顔を伺っている。大丈夫よ。心配かけてごめんね。お母さんたちも
せっかくの旅行だったのに浮気写真なんか撮らせて。私は申し訳なくなり、深く頭を下げた。しかし両親は、探偵になれたみたいで楽しかったと笑ってくれた。私はそんな両親の言葉に泣きながら笑い返したのだった。その後、弁護士の方に間に入ってもらい、慰謝料についての話し合いを行ったところ、元夫は結婚してすぐ浮気をしていたことが発覚した。その浮気の長さから元夫には430万、浮気女には210万の慰謝料を請求した。弁護士によると、どうやら浮気女は元夫が以前働いていた職場の同僚だったらしく、ブラック企業で毎日残業、休日出勤ばかりというのは真っ赤な嘘で、当時から女とずっと過ごしていたようだった。会社を辞めたのは、女との浮気が上司にバレそうになったからだったらしい。私はそんなこととは知らず、夫が苦しんでいると勘違いし、浮気している元夫のためにけなげに尽くしていたのだ。元夫は稼ぎを浮気に使い込んでいたようで、貯金は全くなかった。義両親からも見捨てられてしまい、頼る人もおらず、慰謝料は分割で支払ってもらうことになった。もちろん養育費も毎月6万円支払ってもらうつもりだ。女は慰謝料を一括で支払うために借金をしたそうなのだが、その返済のために会社の金に手をつけようとしたことがバレて、クビになったらしい。住んでいた家も家賃が払えなくなり、追い出されたそうだ。元夫と女はお互い金も家もなくし、仲が険悪になってしまい別れたとのこと。元夫は仕事が見つかるまでは日雇いの仕事をして何とか食いつないでおり、アパートは契約時に保証人が必要なので、契約が不要な漫画喫茶で寝泊まりしているようだ。その生活は過酷で日に日にやつれているようだが、これも嘘をつき続けた代償だろう。同情の余地もない。せめてこれからは嘘をつかず、まっとうに生きてほしいと思う。私はというと、実家で両親に助けてもらいながら生活しており、そのおかげか、今までより随分楽になり、驚いている。今まで相当無理をしていたんだなと、改めて思い知った。お母さん、おばあちゃんたちが今度はみんなで旅行行こうって。はあ、いいね。どこ行こうか。娘は大好きな祖父母と過ごせて、以前よりも明るくなり、毎日楽しそうだ。娘には父親のことで辛い思いをさせてしまった。せめてこれからは少しでも多く笑ってほしい。そのためにも頑張っていこうと私は胸に誓ったのだった。